このキーボード、会社で使うとGadget Budget。皆さんこんにちは。このチャンネルでは私、なおがいろいろなガジェットを調査し、疑問に感じたことを調べながらレビューしていきます。ガジェットを知らない方でもなるべくわかりやすく説明していきますので、購入時のお役に立てれば幸いです。今回 YouTube 初投稿の第1回となります。突然ですが、皆さんはどんなキーボードを使っているのでしょうか？パソコンは持っているけど、あまりこだわりはないという方もいるかと思います。今見えているキーボードは私が2019年頃に Amazon で購入したものです。いい要素の K620 青軸というモデルです。特に調べもせず、見た目がかっこいいというのと、セール中だったので買ってみました。価格は当時で5000円くらいだったかと思います。届いてからはしばらく自宅で使っていましたが、キーボードに触れる時間は自宅よりオフィスの方が長かったので、オフィスに持って行って使用していました。オフィスで使い始めて数日後、やはりと言いますか、周囲からタイピング音に関することを言われるようになったんですよ。では、どんな音がするのか、実際に聞いてみましょう。どうですか？打っている私はあまり気にならないですが、周りからするとかなり音がすることがわかります。隣でビデオ会議とかしてたらなおさらですよね。それからは、このキーボードは自宅だけで使うことにしました。とまあ、こんな失敗があったわけです。そして調べてみて分かったのですが、私が購入した青軸というのは特に音が出るタイプだったようです。カラーバリエーションか、キーの押し心地の違いなのかな程度の認識しかなく、私は軸が何なのかよく分かっていませんでしたね。そこで改めてちゃんと理解した上でキーボードを買おうと思いました。まずこの軸の違いについてジェミニ先生に聞いてみました。キーボードのメカニカルスイッチの軸にはリニア、クリック、タクタイルの3種類があるそうです。リニアは軽くて滑らか、クリックは明確なカチッという音が出て、タクタイルはクリック感はあるものの音はしない中間的なバランスがあるとのこと。またこれらは色によって特徴を表しているようです。例えば赤軸ならリニア、茶軸ならタクタイル、青軸ならクリックという具合です。最近では特にメーカーが独自の色を作っていて、同じリニアタイプでも黒やシルバーなど様々あり、スイッチのスペックに細かな違いがあるようですね。その他、ゲームの反応速度を重視したラピッドトリガーに使われる磁気軸や、物理的な接触を抑えパーツの摩耗が起きにくい静電容量無接点方式なんてのもあるようです。キーボードがホットスワップ対応であれば、このスイッチを交換して自分好みにカスタマイズすることができるみたいです。これで少し理解できました。そもそも青軸というのは明確な音が出るキーボードのことだったのですね。何も知らずに音が出るものを買っていたということです。私はあまりパソコンでゲームはやらないので、赤軸か茶軸のキーボードが気になってきました。赤軸、茶軸はどんな押し心地でどんな音がするのだろう。さすがに無音にはならないだろうなと YouTube を徘徊していたところ、気になるものを見てしまいました。ウォブキーレイニー75というキーボードです。ガスケットマウントと多層フォーム構造により、雨音のような心地よい打鍵感とのこと。確かに動画で見ても雨音のようにポツポツ、コトコトを何とも言えない心地よい音がしているように聞こえます。これは何軸なんだろうか。これはもう実機を触ってみたくなりました。というか、もう勢いで買っちゃうかと思いましたが、金額を見てびっくりです。お値段なんと2万超え、プロモデルだと3万近くします。キーボードに3万円ですか？皆さんどうですか？それって案外普通なのですかね？
またジェミニ先生に聞いてみました。コトコト音がするキーボードはどのような要素で決まりますか？みたいな質問だったと思います。ジェミニ先生曰く、コトコトという打鍵音はいくつかの要素が複合的に影響して出るのだそう。主に次の4つとのことです。ガスケットマウント、筐体の素材、軸、キーキャップの素材と形状。ガスケットマウントというのが一番のポイントだそうです。キーボードの内部にある基板やプレートが反響する音なのだそう。そして筐体の素材も影響するようです。アルミのような金属はプラスチックに比べて重く、音の反響が少ないようです。次に軸ですが、これはもう知っています。コトコト音にはリニアかタクタイルが相性良いみたいです。最後にキーキャップの素材です。キーキャップの素材なんてそんなの今まで気にしたこともありませんでしたが、プラスチック以外にも金属やセラミック、木製と様々。形状についてはこれをプロファイルと呼ぶらしいです。代表的なものはキーに傾斜がついているチェリーより少し高さのある OEM よりさらに高さのある SA、 均一の形状をした MOA のほか、メーカー独自の形状があったりします。なるほど、これは確かに打鍵音に影響しそうですね。キーボードのキャップなんて全部一緒だと思ってましたが、最近ではキーキャップのデザインやカラーにこだわって自由に交換できるようですね。と、ちょっとこの辺りでお腹いっぱいになってきました。キーボードってこんなに奥が深かったのですね。音にこだわるならコトコト音以外にも青軸に拍車をかけたようなやたらと誇張する音を出すこともできそうです。なるべく無音にするというコンセプトも面白そうですよね。あるいは見た目やカラーにこだわることもできそうですね。素材にこだわるという楽しみ方もできそうです。あとは自分で調べていて分かったこととしては、キーボードのサイズでの違いです。オフィスなどでよく見かけるフルサイズキーボード、これが最も一般的ですね。そしてだんだん小さくなっていきます。10キーのない TKL、 そこから少しキーが減った 75%、 さらにファンクションキーを除いた 60%、 さらに記号やカーソルキーまでなくした 40% などがあります。その他にも左右に分離しているアリス配列や、もうキーボードなのかもよくわからないものがあるようです。個人的にはあまり数字キーを使わないので、なるべくコンパクトな TKL か 75% のものがいいですね。60% になるとファンクションキーがなくなり、コンパクトなのはいいですが、使いにくそうなイメージがあります。60% から先の世界は全く想像ができませんね。これでやっとAmazon などで見かけるキーボードのスペックが理解できるようになりました。次回はいよいよ購入です。この動画が少しでもお役に立ちましたら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。